はい、皆さんおはようございます。いやー、今日はね、いい天気です。15度ぐらいまでね、上がる予報ですね。今3月、中旬過ぎぐらいですね。はい、今日はね、とてもいい天気です。で、若干ね、昨日雪が降ったので、土がまだね、濡れててぬかるんでます。で、あまりね、ユンボを動かしたくないので、手作業でね、ちょっと片付け作業とかしてたんですが、今日はね、ちょっと一つ、また新しい道具をね、いただきましたので、そちらのご紹介していきたいと思います。はい。で、今回ご紹介するのは、はい、こちらですね。エンジンのね、インバーター発電機という風になります。で、これをご提供いただいたのは、いつもね、スポンサーとしてご提供いただいております、ガイド様からですね、ご提供いただきました。ありがとうございます。で、前回ね、ウッドチッパーと、あと高圧洗浄機、エンジン式のね、そちらの方、レビューさせていただきましたが、今回はね、エンジンの発電機ということで、こちらの方をいただきました。で、早速ね、ちょっと使っていこうと思います。まだ未開封ですんでね、今日初めて開けますんで、オイル入れたりとか、いろいろ準備あると思いますんで、そのね、準備とかもね、見ていただければと思います。じゃあ早速ね、開封していきます。はい、結構ね、重たいんですが、今開封しました。で、ちゃんとね、厳重に包まれております。で、これがね、GH3800i ということで、出力の方が、100V のね、3400W。ちょっと見にくいんですね。ここに書いてます。3400VA ということで、定格出力 3400W、最大出力が 3800W ということでね、かなりの大容量な発電機になります。で、エンジンの排気量 174cc ということで、これはね、ガソリンエンジンとなりますので、重さの方が 28kg。はい。そこそこ重いです。ちょっとね、テーブルの上に上げようと思ったんですが、ちょっとね、難しいと思いますので、ここでね、ちょっとオイル入れたりとか、いろいろ準備の方ね、していきたいと思います。で、ここにね、書いてありますんで、エンジンオイルとガソリンを入れますということで、ひとまずね、オイルと、あとガソリンの方入れていきたいと思います。エンジンオイルはね、10W30 となっておりますので、通常のね、10W30 ガソリンエンジン用の、オイルで大丈夫ですんで、そちらの方入れていきたいと思います。はい。で、今回ね、エンジンオイルの容量は 0.6 リッターとなってますんで、またね、1リッター準備してきましたので、これをね、入れていきたいと思います。はい。で、ガイドのね、商品はね、だいたいこういう常温とかね、標準でついてきますんでね、こういったものを使ってオイル入れていきます。はい。じゃあ今ね、なんとかテーブルの上にね、乗せました。で、ガソリンとエンジンオイル入れました。で、これがね、説明書付属しております。あと他の付属物はね、こちら、シガーソケットのね、車に接続する用の、やつになりますね。これはおそらくね、エンジンのこの発電機で、車のバッテリー上がりを起こした時とかにできるのかな。っていうようなやつだと思います。充電とかね、そういうのができると思います。それ用のね、シガーソケット。あとこれはね、30A のコンセントですね。100V の30A コンセント使う場合はね、これを使いなさいってことだと思います。で、これはね、3400W なので、単純計算 34A まで出力できますんで、通常の自宅のコンセントは 15A なんですが、その2倍ですね。30A いけますんで、それ用のコンセントが付属してきてます。なので、そういった大電流のものを使う場合は、こういったものね、あんまりね、通常の工具とか家庭用品ではないんですが、使う場合はね、付属してますんで、これを使うようになります。はい、あとはね、こういった、プラグレンチとかね、ドライバーとか、そういったものもね、全部付属してきておりますんで、一通りはね、準備しなくても、これだけでね、大丈夫かなと思います。中身の方をね、ちょっと見ていきたいと思います。で、エンジン式ですので、ここにね、今入れたオイルの注入口あります。で、これがエアクリーナーかな。これが多分エアクリーナーですね。はい、エアクリーナーですね。こういったものをね、もし汚れてきた場合はね、こういったものを清掃してあげればいいかなと思います。
今日はね新品なのでそのままにしておきます。はい、あとねキャブレターと、あとエンジンと、あと全部ここら辺がね多分ヒューズボックス関係ですね、がついております。でこれねなんといってもすごいのがセルスタート式なんですよ。バッテリー内蔵でセルスタートができます。で通常のねリコイルでこう引っ張るね、リコイルスターターとあとセルスタート、そちらの方がねついておりますんで、これはねかなり助かると思います。でセルスタートをね使う場合は最初にね配線をつないでてくれということで書いてますんで、これをちょっとねつないでおきたいと思います。で今確認したらねここに青いこのね青い配線があります。多分これのことだと思いますんで、これ最初にねつないでおきます。はい、じゃあつなぎましたんで、こっちの面はね、もう使わないので蓋の方をね閉めていきたいと思います。はい、あとちなみにね、これ中身防音のシートがねちゃんと貼っております。今回これはね静音タイプなので、こういったね、防音のシートで、きちんとね、うるさくないようにね防音されてますんで、はい、じゃあこれ閉めていきます。はい、で表面はですね、至って単純ですね。はい、スイッチの方が、運転と今セル回っちゃいましたね。はい、まだちょっとつけないんですが、運転とチョークとありますんでね、寒い時はチョークですね。あとこちらが、リコイルスタート、これでねスタートできます。なのでバッテリーが上がったとしてもこれで上げてあげれば、セルスタートがね使えなくてもこれでねエンジンもちろんかけることができます。はい、で今回ね 3800Wmax ということで、こういったね外見になっております。はい、説明書にはね、いろいろ書いてあるんですが、準備段階のものと、あと中のこの説明書ですね、パネル関係の説明書と、あとはね、この運転前にね、準備物ですね、ガソリンを入れてくださいとか、ガソリンはね、今回は8リッター給油できます。はい、8リッターね、給油となりますんで、エンジンオイルが 0.6 リッターなので、まずそちらをね、準備しておけば、始動の方はね、可能になります。で先ほど確認しましたらエンジンオイルね 10W30 または 10W40 どちらでも大丈夫ですね。今回ね入れたオイルは 10W40 なんですが、問題ないです。 10W30 どちらでも大丈夫と書いてありますんで、はい、こちらね、持ってるオイルで大丈夫かなと思います。はい、であとはね、メンテナンスですね。ここから後ろはメンテナンス、エンジンオイルの交換ですとか、あと燃料をね、長期間使用しない場合は、携交換に入れ替えてくださいとかね、ガソリンを抜けっていうことですね。あとそういったスパークプラグの交換とか、先ほど言ったエアクリーナーのね、清掃、そういったものが書いてあります。ここら辺はね、まだ新品の段階では使わないんですが、後々ねメンテナンスする際に必ず必要になりますんで、その際はねこの説明書を見ていただければ大丈夫かと思います。はい、でまずねこちらスペックなんですが GH3800i ということで、定格周波数の方 50Hz、60Hz 切り替え式となっております。ここにねあります切り替えで 50Hz と 60Hz 切り替えがありますんで、今回はねちょっと60じゃなくてね 50Hz にしてみます。はい、じゃあ今ね 50Hz に切り替えの方してみました。はい、じゃああと残りのスペックね、先ほどご説明しましたが、コンセントの方は定格出力 3400W となっております。 100V、定格電流の方が 20A と 30A に分かれてますね。はい、で並列時定格出力6200ってありますが、これはねこの発電機を2つ並列に接続することができます。あんまりやる人いないと思いますが、これを2つ接続すると、並列接続機ってねオプションの部品があるんですが、それをつけますと、はい、こういうやつね、並列運転機っていうのがありますんで、そうするとね2つ並列接続ができるとね、ものすごい大容量のね、インバーター発電機になるということで、そうすると 6262A ですね、まで出せると、ここまでね使う人はいないと思うんですが、通常であればね3400なので、十分問題ないと思います。で高出力の、モーターとかねそういった電化製品を使っても、3つ4つはね、いけるんじゃないかなと思います。後でねちょっと試します。はい、で、直流電源の出力は 12V8.3A となってます。でそれはね、これを使いますんで、先ほどのシガーソケット
ここのシガーソケットのところに入れてあげると、8.3 アンペアまでねできますんで、バッテリーにねつないであげて充電とか、そういったものもできると思います。でエンジンの方はね4ストロークガソリンエンジン空冷ということで、174cc でレギュラーガソリンを使用します。エンジンオイルがね先ほど言った 10W30 または 10W40 使えますんで、600cc のエンジンオイル、あと燃料タンクの方が、8リッターということで、これはね2分の1連続運転時間と書いてますが、これで 8.5 時間、2分の1連続運転というのは多分半分の負荷で運転した場合でしょうかね。ちょっと分かんないけど、それで 8.5 時間、あと4分の1負荷エコモードというのがあります。これが13時間となってますんで、エコモードを使うと8リッターのガソリンで13時間、これは結構持ちますね。はい、エコモードのねスイッチもありますんで、そういったものもね後でちょっとご説明します。あと指導方法はね先ほどご説明しましたリコイルスタート、あとはね、セール起動ってなってますが、バッテリーを使用したセルモーターのね、セルスターター起動というふうになります。はい、で本体重量が、28.5 キロ、はい、そこそこ重いです。大きさはね、53センチと、53センチと、横幅が33センチとなってますんで、ちょっとそこそこはね大きいですが、十分車に積めるサイズですんで、男性の方であればね問題なく積めるかなと思います。はい、ちょっと私がね持ってもちょっと重いです。28.5 キロですんでね、オイルとかガソリン入れると多分30キロ超えてきますんで、ちょっと重い感じはします。はい、こんな感じでね、スペックの方は以上という風になっております。でまずねインバッター発電機、私も初めてなんですが、大容量の 3400W までできるということで、ちょっとね試してみたいんですが、今までねポータブル電源、ご紹介何度かねしてますが、ポータブル電源と違うのはまずガソリンで動かせるということなので、ガソリンさえあれば発電は言っちゃえばねいつまでもできます。ポータブル電源はね中に入ってる蓄電池がなくなったら終わりですんで、最高何時間とかね、そういった感じになりますんで、結構大容量の電化製品を使うとほんの何時間かでなくなってしまいます。でソーラーパネルとかでもね、充電できるという利点はあるんですが、エンジン式はねこれはエンジンのガソリンさえあればもう何時間でもできますんで、キャンプの時とかねキャンピングカーとかで使う人もいるのかな、あと防災の時とか、ガソリンさえ手に入れば、十分ずっと使うことができますんで、これ1台ね、自宅とか、アウトドアとかでね持ってるとかなり強い味方になるかと思います。はい、で余談でしたが、こちらがね、コンセント、これ 20A ですね。20A のタイプのコンセントが2つで、30A の先ほどのオプションのこれね、これを使った時は、ここに挿すんですが、ここに電源コードをつけて、30A の出力ができると。あまり使うことはないですが、私が前紹介した溶接機とかね、おそらくこれで 30A 出力いけるんじゃないかなと思います。はい。でこれはね多分通常はあまり使わないと思います。であとエコスイッチがねここにあります。オンとオフありますんでエコスイッチですね。はい。あとここら辺はね並列運転端子とあります。先ほど言ったオプションの並列運転機を使うと、もう1台このインバーター発電機があれば、並列で使うことができるといった感じになります。でここはアース端子ですね。アース端子なので、アース付きの工具を使うときは基本的にアース端子も接続しないといけないんですが、これ本体はねアースされてません、インバーター発電機は。なので、説明書にもありますが、アース端子を使うときはこれを別途アースしてくださいとなってますんで、アース棒をね、地面に埋め込んでやるとかね、ちょっとめんどくさいんですが、そういった必要がありますが、ちょっと今回はね、やりません、そこまではね。はい。大まかにね、こんな感じの出力となっております。ポータブル電源と違いますんで、USB の出力とかね、そういったのはついてないですが、コンセントのね、出力、あと 30A コンセントの出力ということで、十分ね、問題ない、出力の方がね、たくさんついてるかなと思います。はい。はい、じゃあちょっと簡単にねここら辺の表示の方ね説明していきたいと思います。でまずねこちら、一番左にあるこのね0から 100% まであるやつね、これがね説明書にもちゃんと載っておりますんで、はい。でこれは出力表示ですね。エンジンの出力今どれぐらいしてるかということでね、出力が大きい電化製品を使うと多分ここはね高くなるかなと思います。で2番、こちらね、はい、こちらは、過負荷出力オイル警告灯ということで、
過負荷警告、あと出力の警告、あとエンジンオイルの警告灯ですね、がそれぞれついております。このオイルの警告灯については、オイルがないですよ、少ないですよってことでつくんですが、なんとね、これオイルが少ないとエンジンが勝手に止まるみたいです。オイルのね入れ忘れとか、そういったものでエンジンをかけてしまった場合ね、エンジン壊しますんで、その場合はねエンジンがかからないようになっているというふうに記載されております。ちょっと怖いので今回やりませんけれども、そういうふうになってますね。はい。で、あと2番、これはね、出力が多分3400ワットかな、それ以上超えると、過負荷ですよということで警告灯がオンになります。はい。で、これはね出力、これはね警告灯といいますか、エンジンが起動して電力が発生すると点灯というふうになりますんで、出力のねこの真ん中の、はい、この出力のね、インジケーター、これはねおそらくエンジンかけた瞬間にねつくと思います。はい。そういった感じですね。あと先ほど言った出力切り替えと、あとはねこの白いねボタンがついてます。これ AC プロテクターと DC プロテクターってついてますが、これおそらくね説明書を読む感じ、おそらくブレーカーかなと思います。ショートした時とかねにおそらくこれが、オフになって、またねオンにするといった感じかなと思いますんで、今はねオンになってます。はい。で、おそらくショートしたりするとねこれがブレーカーが下がると思います。で、この交流リセットはねちょっと載ってないんですね、説明書に。なのでちょっとねこれはわからないです。はい。で、こちらね 8.3 アンペアとなってますが、10アンペアまでいけるみたいなので、10アンペアになると DC のブレーカーがね起動するというふうになります。はい。で、最後にねこのエコスイッチ、このエコスイッチはエコモードみたいなやつですね。で、電気負荷に応じてエンジンの回転数を抑えてくれるということで、これをねスイッチをオフにすると通常の4500回転となってます。エンジンのね、回転数4500回転を維持するとなってますんで、ずっと4500回転ね高回転で回り続けるということで、通常はエコスイッチオンでねいいと思います。ただ大電流のものを使うときは必ずオフにしてくださいとなってますんで、そこら辺はね使う家電製品によって使い分ければいいかなと思います。今回ちょっとねエコモード、エコスイッチオンにしてみます。はい。これでねどんな感じになるかやってみたいと思います。じゃあ一通りのねこのパネルの説明は終了となりますんで、早速エンジンの方をねかけていきたいと思います。はい。ちょっとね、テーブルの上なんですが、かけていきたいと思います。運転とチョークとありますが、今かかるかな、ちょっとやってみます。はい、いかがでしょうか。今ね、短期運転をだいたい2、3分ぐらいしまして、今ね、安定してきましたので、音量がね、かなり低いです。はい。ユンボよりね、全然、音の方はね、静かです。はい。で、これ静音タイプになりますんで、今ね、40何デシベルとかね、出ましたけれども、本当にね、静かです。あんまりね、そんな近所迷惑になるとか、そういったレベルのものではないので、十分ね、自宅とか、手先でね、使うことができるかなと思います。はい。じゃあね、実際にちょっと、100ボルトでね、使用してみたいと思います。
はい、いかがでしょうか。今ね、だいたい2500ワットぐらいね、この高圧洗浄機と、あとヒートガンでね、試してやってみました。で、エコモードにすると、やっぱりね、回転の方が低かったのが、電源を入れた瞬間にね、ガクッと上がります。で、試しにね、途中からエコモード、スイッチオフにしてやってみたんですが、まあそうするとね、まあ常時回転が上がった状態という風になりますんで、エコスイッチ入れっぱなしでもいいような気もしますね。で、ここね、負荷のところがね、今この、5個あるね、インジケーターのうち4つまでは点灯しました。で、おそらくね、もう1個ぐらいやると 100%、多分ね、3000ワット付近行くと多分ね、全部つくかなと思います。はい。でもこれでもね、十分できます。今2500ワットぐらいかな、使いましたけれども、このコンセントがね、2口なんでちょっと2つしか試せないんですが、あとね、エアコンプレッサーとかもありますんで、そういったものもね、十分回せると思います。特にね、こういう冬、今日は暖かいですが、冬とかね、こういったモーター系、まあ高圧洗浄機とか、エアコンプレッサーとかね、始動が結構重いですんで、結構負荷がかかるんですが、それでもね、十分に耐えれます。はい。一応 100V はね、こんな感じでした。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、試しにちょっとね、電力が多いもので、2500ワットぐらいでね、使ってみました。実際はね、3400ワットとなりますんで、一応20アンペアコンセントなので、2000ワットまではね、耐えれますんで、それでね、3400ワットまで、同時にね、使うことができます。はい。で、何よりね、ちょっとびっくりしたのが、音の大きさね、これかなり静かです。で、もちろんこれ静音タイプと歌ってますんで、中にね、先ほどお見せしたように防音材が入ってますので、かなり静かです。で、ガイドさんの方で、通常のね、むき出しのエンジンの、若干もうちょっと安いタイプのね、インバーター発電機も売ってるんですが、買うならね、こっちの若干高いんですが、静音タイプ、これがね、おすすめです。持ち運びもね、取っ手がついてて、しやすいですんで、近所迷惑とかに、ね、ならないぐらいのね、音の大きさですんで、十分ね、使い勝手はいいかなと思います。はい、今日はね、ガイド様の、こちら、GH3800i ということでね、3400W、最大 3800W というね、インバーターエンジン発電機ね、こちらの方をね、ご紹介させていただきました。またね、後々作業の時にね、使う可能性もありますんで、その時はね、またこちらの方でご紹介したいと思います。はい。で、ガイド様ね、いろいろ商品の方ご提供いただいておりますので、今までね、ご紹介しましたウッドチッパー、あと高圧洗浄機の方もね、リンクの方貼り付けしておきますので、まあ、よろしければね、Amazon のページね、見ていただければと思います。はい。じゃあ今日はね、GH3800i のね、ご紹介でした。ありがとうございました。